矢崎加工の矢島と申します。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。いつも DIY ショーではお世話になっております。ありがとうございます。村田と申します。よろしくお願いします。今日作って教えていただけるんですよね。はい、すみません。多田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。多田さんは神奈川支社の。そうですね。村田さんと一緒に、はい、仕事をしております。はい、ありがとうございます。今日はお時間いただきまして。はい、矢崎加工の川辺と申します。はい、2年目です。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。萩原と申します。よろしくお願いします。萩原さん、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。富士山がですよね。そうですね。足元富士山で結構そのイベント会場とか、はい、競技場、球場とかさせてもらってます。はい。はい。ちょっとまた違った DIY とは違った。そうですね。こちら置くだけの手すりということで、はい、矢崎加工の中ではもう大ヒット商品となっているタッチアップっていう商品があるんですけど、そちらのシリーズになります。はい。これただ本当置いているだけで、手すりができるという新商品サムリングというものになっています。サムリーヌですか？はい。何に使うんですかこれ？これも起き上がったりするときに、手すりとして立ち上がりとか起き上がりの場所を手すりです。ああ、そうなんですか。いや、これ私も欲しいですね。ベッドからそうですね。そういう感じじゃないですか。そういう感じです。そういう感じですか。ああ、夜も見やすいっていうことですね。電気つけなくても。このまま売ってるってことですか？売ってると言いますか、介護保険という制度を使って、レンタルという。あ、そうなんですね。通常に買いますと運順番という形でします。立ち上がりを補助する。前の手すりをつかまって膝を支点にして立ち上がる。介助が楽になるっていうんですね。この方は特に施設さんとかよく施設の職員さんの労力は結構負担が大きいということで、その労力を軽減するために開発された商品になります。そうなんですか。すごい。こちらの素材というのがちょっと福祉用の特別な素材を使っておりますので、通常のイレクターとはイレクターなんですけども、ちょっと通常のイレクターとはちょっとどっちが？そうなんですか。専門のものなんですね。弊社の新商品なんですけども、はい。普通の若干径が太くて、でちょっと手すりにも使えるパイプっていう形で一部ホームセンターさんにもちょっと置かせていただいてるんですけども、こちらでビス止めていただいて、ちょっと他にもジョイントというかあるんで、見本として出せればよかったんですけど、はい、こういうものもございます。ちょっと手触り。連結することによって結構スポーツチームのチームカラーに合わせてちょっとイレクターのパイプを全部使わせるとか、ちょうどこの角度を取りやすいこれ食品工場で使われる。基本的に食品工場ってやっぱり衛生管理が厳しくて、一応床から30センチとか50センチ、60センチ、ハセットというものがあるんですけど、それに準じたものが製作できるというので、イレクターの方を使う。キャスターもそれ用にステンレスでなおかつナイロンっていうゴム系ですと油とかで溶けたりとかいうのがありますので、極力床が傷つかない、で錆びにくいっていうの。そうなんですね。このパイプも抗菌剤が入ってて、カビにくい。プラコンって呼ばれるものなんですけれども、横にガイドとかないんですけれども、まっすぐ行って専用の金具でここで止まるような形で、倒して、それと起き上がってくるっていう、故障があったりとかあるんですけれども、そういったのもイレクターでも意外とこういう風にできますよっていう、一つの事例というか。
これが従来の台車では運べないような砂利道とか山道とか凸凹道とかの、はいまあ4センチほどの段差であればこのまま行けば上がれるんですか。凸凹ですね。通常オンラインショップとか通販で袋ビニールの袋なんですけど、はい実はちょっとうちこういうのもこのロールであるスーパーでよくあるえ全然イレクターとは違うんですけれども、はいわさないっていうのでこれは実際にスーパーさんとかで導入いただいているお店も中にはあるんですけれども、それとイレクターを組み合わせてもうこの幅でいながらそうです。こうでってことですね。はい。イレクター広いってことですねそうですね。すごでイレクターなんでこの高さも自由に調整。ここであ、しっかり蓋になるんですはい、ね。すみません、ちょっとようやく DIY ゾーンにやってます。いつになったらホームセンター出てくるんだと。いや、そうですよね。すみません、DIY ショーの方に展示させていただいたりしたんですけど、あこれもなんかあ、組み合わせて、すごい。もともとはこうキャンプとかいろいろ、キャンプとかよく使う場面もあると思うんですけど、さっきのこのマグパイプを使ったりしてて、持ち運びが結構後ろにこう寄りかかって、キャンプとかそうですよね。まさしくこうちょっとこう置いたり。はい。どうです。で後ろにこうもたれかかっていただいて、あ、キャンプっぽい。焚き火が見えてきましたか？本当だ。楽しいねって。あ、誰か。あ、すいません。はい、なってくるんですけれども、はい。これがここが外せるような形になってまして、これはビスで止めてるんですけど、これパチンとはめてるだけになってるので、でこれがこう折りたたみが収納ができるっていうのは、これもキャンプとかで車に積んで持って行ったりするときなんかこのままこう車に積んであれば場所も取らずに、従来だと四角だとここでジョイントでつなぎ合わせてっていうのがもうはい。一本のパイプというか曲げでやることで見た目もだいぶ、スリムというかうーん。結構イメージ変わるかなと思うんで、いやー、可愛らしいですねシュッと。してやっぱ丸みを見ると、はいホームセンターさんの方に行けば大体こういった曲げパイプ注文書っていうチラシとか、あとハンドブックっていう細長い本もあるんです、その後ろにあるんですけれども、はい90度180度とか、それぞれ4種類の曲げのタイプがあるんで、それぞれここの寸法、はい。必要な寸法と R を記入いただければ、それでもオーダーという形でさせていただいてるんで、ここに必要なはい図面というか、はい。部材とか全部載ってるんで、もしこういうの見かけたら、はいこういうの見ていただければ何かの参考になるかなと。ですね。はい。眺めるだけでも楽しいですけど、そうですね。実際簡単なものからね、やっていけばそうですね。いいですね。またこういうのも。で、レクターの特徴っていうのは、はいこれ中身鉄のパイプになってるんですけれども、はい上から樹脂でコーティングした材質になってまして、はいこの辺は怪我とかにもしにくいですし、夏場とか手伝とか使ったりとか、冬場冷たかったりとか、常温に近いような形でできるっていうのが一つの特徴で、一番軽くて丈夫っていうところまでの重量もなく、なおかつしっかりとした中身は鉄なので、ものになってますという。水が入らないようにした方がいいですね。そうですね。樹脂なんでまだいいんですけれども、どうしてもここの先端の部分から水が入って錆びたりっていう可能性があるので、そういう時はキャップとかでしっかり接着して水が入らないように対策していただければなとはい。思います。なんか植木とかはい水やりとか、はいあとはなんだっけ水槽を置いたりとか、はい。やっぱり水がどうしてもかかってしまそううんですだけど、ね。対策をすれば大丈夫っていうことそうですす。なんでね。錆びにくくはだいぶなるかなと。欲しいこのベンチをはい。村田さんが作ってくださるので一緒に作ってきます。よろしくお願いします。はい。325ミリと316ミリ4本ずつ使うので、はいこれって多分目視がなかなか分かりにくいので、全部同じサイズに見えちゃうんですよ。ああ見えちゃう。こうするともう長いの短いのが一目瞭然なので、そのまま長いのは長いの、短いのは短いのでこう分けていただくと結構こうスムーズにというかやりやすいかな。であと使うジョイント、はいこれとあとこれですね。はい。であと板を止める、カフェ板止めるあジョイントが。あ。はい。じゃあちょっとやっていこうと思うんですけれども、はい。普段あれですね、イレクターよく使っていただいているような。はい。ありがとうございます。なかなかうまく作れなくて。そう
ですね、ちょっと作り方でコツっていうのがありまして、こういったイメージで面と面を作って最後にこうくっつけるような。作ってこの H316 っていうのは 316mm のパイプですよでと。 J がジョイントそうですね。の 118B、はい、 325mm のパイプがありますので、はい今回こちらを使っていこうと。はい、使う前に必ず立ててちゃんと水平になって全部全てが同じ長さになっているかどうかですね。っていうのがJの4番というふうに書いているので、頭の天井の部分というか、だいたいこういうような形で、はい、大きいというか、なんか2箇所とちっちゃい部分があるんですよ。全部同じに見えてリブがちょっと違うというので、これどうしてかというと、例えばこう使う時に板をここに乗せたりとかする時に使うかなとか、用途に合わせて実はこのリブの意味がちょっとありますので、やるのはこういうふうに合わせてちょっと強度を持たせたいから、プラスチックの筋交いじゃないですけどもリブなのでちょっとでも持たせたいっていう時はこういうふうにすることも多いです。で今回だと上にカフェ板乗せるのにビスで板で留めたりするので、はい、なので多分下の強度があった方が、これが大きい方が下向きっていうか、そういう時は下に。そうですね、はい、この 118B っていうジョイント同じに見える100、同じですよね。はい、よく見ていただくとはい、ちょっとカメラじゃ分かりにくいかもしれないんですけども、これと反対側フラットになってなってる。わかります？わかります。パイプをこう差し込んだ時に着液を上から流すので、はい、この向きの状態でこうはめた方がこぼれにくいんですよ。こぼれたり溢れたりしにくいっていうのが一つポイントというか、はい、はい、ポイント。普通にこうやろうとすると、はい、こういうことですよね。落ちてしこまう。れでここにこう入れた時になんかこう支え方ありまして、向きをこういうふうにしていただくと。ってなるとこれだとスライドできるんですよ。40センチにしたいときにまず板の厚さを引いて、ディレクターの外線が 370mm、はい、でそこにカフェ板 30mm を乗せるとちょうどぴったり 400mm で、今回の場合30mm だと思うので、はい、ディレクター自体は 370mm で高さにはい設定してやれば、地面からこの中心なんですけれども、地面から、はい、はい、で実際外寸となるともう半分あるので、はい、これ 17mm、ここも含めるんですよね。そうですね、ここに出てるのはあくまで芯の寸法になるので、はい、なので、353に 17mm を足すと370になると思うので、質問なんですけど、はい、こっからここまではい、測るとき、はいちょっと真ん中がどこなのかな。よく見ていただくところですね、透明な線が筋が出ているんですけれども、うっすら。うっすらはい。を普通にやると手ぶれして測りにくいよっていうので、はい、ここで計算していただきたいんですけれども、ここがまず 50mm なので、253mm かまず50で、ここの中心からここの中心に線があるので、こうやって合わせてもできないことはないんですけれども、はい、手ぶれしたりとかして、253とかだとなかなかぴったりの水泡が分かりにくいと思うので、33mm 幅があるので、253から 33mm 引いていただくと220っていうのが出ますので、ここに引っ掛けていただいて、こうズルズルズルと合わせていく、こういうふうに調整していただいて、これ220になるようにここにこの面ですね、はい、使うジョイントによってこの幅って変わってはくるんですけれども、大体この幅測っていただいて、はい、そこで大体ここに引っ掛けた方が分かりやすいと思うので、引っ掛ける方のジョイントの幅のサイズを引いてやると、であとはこうスライドしてやると合わせやすいかなと。そうすれば4本全部同じ位置に。そうですね。この向きにしていただいて、で必ず机はフラットな状態にしていただいて、これがなんかこうなってたりとかこうなってたりとかならないように必ずこうフラットにしていただいて、ここに引っ掛けてここからここまでをこうズルズルズルとこう手でスライドしていただくと合わせやすいと思うので、中心でこう測ってみると、今この、線があるのでパイプジョイントの中心のところに、線と線でここで見ても今 253mm ちょうどぴったりの寸法になっているのと、ホームセンターさんの方には販売されてますので、この瓶とスポイトと針がこの3つがついているので、
この針をこのスポイトにこうギュッとこう押し込んで、これが接着液、有機溶剤になるので、こぼしたりしないようにだけ気をつけていただきたいので、ないようにだけちょっと注意していただきたいなと思うんですけれども、もう空の状態でギュッとこう押し込んでいただいて、で押し込んだ時にこのままの状態で入れていただきます。で入ったなと思ったらもう手を離していただければ、あとは空気でこう上にこう勝手に上がってくるような形になるので、とりあえずこの状態である程度溜まったら、今もこれぐらい仮接着っていう仮止め作業がまず入るんですけれども、イメージとしては最初にここに隙間にこう針を入れていただいて、ついたらこうお尻をピュッと上に上げてやると、大体液がビヨって流れてくるようになっているので、ここに当てて、そうしたらちょっとこう液がちょっとついてるの分かると思うんですけれども、で同じような要領で当ててからちょっとこう入り寸というか30ミリここにパイプが入るようになってるんですけども、例えば入りが甘かったりするとうまくつかないというか、奥まで行ってない状態でこの辺で接着してしまうということが考えられるので、必ずこう手で押さえて、今みたいにコツンって仮止めをちょっとこうしていただいて、置いていただいてっていうの、今と同じ要領でさっきのジョイントなんですけど、そんで今度反対を2つっていうイメージでいいと思うんですけれども、ここに引っ掛けていただいて、でこっからここですね。最初から上げちゃうとビヨンと出ちゃうので、最初からこうなると垂れてくるのが怖くて、なので水平ぐらい、そうなんですか。横ぐらいだったらまだ足りないんで。これ大丈夫ですか？大丈夫です。垂れた時によく拭いちゃう場合もあると思うんですけど、拭くと逆にビヨンって広がっちゃうと、この時点でバタバタバタと垂れてくるので、もう真横ぐらいの感じで、真横にまず当ててから後ろに上に当ててからこう上げるようなイメージで、こうやって、そうです、そうです、出てます。 OK です。これスポイトじゃなくて、ただ出てくるんですね。押さないでこう垂らす、上に上げるような形で、それでちょっと様子見て、それでも出なければ押すような形の方が一定の量が出るんで、ここにで当たったのを確認して上にお尻をピュッと上げてやると。そうです。いっぱい出ちゃったけど、これですね。はい、ありがとうございます。接着した後にすぐ離した方がいいかなと。これが時間経っちゃうとべちゃーってなっちゃう、違う場合が出てくるんで、で今仮止め状態なので、これもし万が一間違えたとしてもまだ手でやればずらせたりできるんで、25ミリでこうやるんですけれども、やっていただくのも一つの方法かなと思いますので、それを2つ作ればいい。そうです。ここのサイズが例えばこうなってたりすると、ずれてるよねっていうのが分かるんで、ずっとスライドしてやると測りやすいところでいいんで、今度内と内で測っちゃいますけど、185ミリ、さっき接着したのが、でこれも185ミリぴったり。横にして、でそこについたらちょっとお尻上げてやると、手を上げてやると、こうやると、そうですね。そしたら今もうこれで仮止めが終わりましたので、できました。下は真ん中にこいつがあるので、下の段がこれを真ん中にあるので、これをまずこう通す。ここに引っ掛けて、ここの内側が141ミリ今、でこっちも140ミリぐらいですね。均等になるようにさえしてやれば、OK なんです。図面と照らし合わせていただいて、もうはめるだけで、これがこっちで、これがこうくるんで、
なのでで注意するのがこのガタつきとかですね、今こう押していただいて、なんか例えばこう浮いてたりする、浮いてたらこうなってたり、なので、まあ、はめるだけでとりあえずは大丈夫ですね。はいで、まあ、で叩いてやると、まあ、間違いないかなと。あとはもうはめるだけなので、はい側面ができたんで、今みたいにコンっていうのを確認した方がいいかなと。で、3本。ここはまだちょっと完全に固定してないんで、ちょっとまだ仮止め段階であれなんですけれども。はいでこの時にさっきのハンマーでこうやるとだいぶ、まあ、手でもできないことはないですけど、怪我して入りましたので、はい、このまま本接着に移っていただきたくてですね、はあさっき仮でちょんちょんってつけただけなんですけれども、はいまだこの状態だと完全に接着液ついてなくて、多分まだ回るんですよ、やっぱパイプが。ああそっかっていう状態なので、はいこの溝をぐるっと一周360度接着液を埋めるようなイメージで、液がこう表面張力でビヤってこう浮かび上がってくるぐらいのイメージでやって、はいで、はいさっきと同じようでまずここに溝に当てていただいて、で上げていただくと、ちょっと押した方がいいですね。もう接着液も減ってきてるんで、倒して上げる。でこう沿うような形で反対側とか見ていただいて、こっちと比べるとこっちまだ隙間が見えてると思うんですけど、見えてるかなってあるんですけど、このくらいでそうですね、隙間がなくなるぐらいのイメージで、はいここに当ててちょっと上げてやると、で軽く押してやるとこうビヤーって出てくるんで、同じようにこうなぞるような形で、これも同じくこうビヤーっと反対側も5分ぐらいか、もしくは早くしたい方であれば回してやるとちょっと若干中に入っていくはい、こうくるくるあ月を良くするために接着してひっくり返してももう接着液が垂れなければ、はいこれを今ひっくり返して同じようにここの向きを今と同じように本接着していただいて、なので今の面と反対の面とこの上下とあと左右ですかね、これを今度起こした状態でこっち側とかこっち側とあとこっち側とか、なので全面ですね全部で4面、 4面はい、ああそっかこっちとこっちとこっちとこっちみたいな感じで、はいを今と同じ要領で接着していただくので、形的にはもうできてるんですけど、まだくっついてないのでここからベロンって垂れたりこの辺からはいするんですけど、ひっくり返します。はいひっくり返した時にこの面を見ていただいて、ここからビャーって垂れてくるんですよ、まだついてないと。でも見た感じ多分大丈夫だと思うんですね。はいなんですけど、ここが通しというか、はいパイプ1本通しのジョイントになってるので、こう接着を入れすぎると下からビャーってこうあ垂れてくるんで、一緒なんですけれども、当てて上げてちょっと押してやるとちょっと入れすぎたかなっていう気もするんですけど、まあこんな感じで上げて軽く押すと、はいでまたこっちもこんな感じで当てて上げて押す。ちょっとなくなってきましたね、そっちは。よいしょ。すごい全然ガタついてないです。あ完璧です。あこれをこっちのこれをはめるんですねはいこれをこう各足にこう装着をこういうような形で。あ
ではいやりやすいと思うんですけど、めちゃくちゃやりにくいんで、はいこぼしやすいっていうのがちょっとあるんで、はいちょっと気をつけていただきながらこっちでやった方がいいですかね。もうすぐこうちょっとやるとすぐ溢れてきちゃうんで、はいこういう感じではい板を止めるようなジョイントになっているので、打てるような穴が開いているので、まあ、これはもうパチンとこうはめるだけでいいので、まあ、4箇所はめて、で板乗せてここからステッガーッと止めるような形。これは接着とかする必要ないので、まあここでこうやっていただければ。こんな感じで、ゴムなんで、はいはい、あらかたこうやってこれでゴムなんでこう広がったりするんで、ここでくるくるしながら。はい。これで完成です。わーいですけれども、実際カウンターをつけて上に物を乗せてっていうふうに使っていただくのを24時間経ってからしていただきたくて、はいっていうのが今本接着したばっかりなんで、大体24時間置かないとまだちょっと接着が完全についてない状態になっているので、24時間経ってから使用いただくのが一番いいかと思いますので。やっぱ使い終わったら使い終わったらそうですね、はい戻さないとでキャップしておけばまた次の時に使えますんで、はいすごいポイントですね。なんかつい忘れちゃいそうですね。そうですね、はいこれ購入していただけたらそのまま作れるよっていうものになっておりますので、はいぜひホームセンターさんにも他の種類たくさんありますので置いてありますので、ぜひこれ見ていって、作る時の参考にしていただければなと思ってます。寸法など、あとパイプのその部材の種類など書いてありますので、購入する時にこれを元に購入していただけたらサイズパイプのサイズやジョイントなど全部載ってますので、参考にしていただきたいと思います。はいありがとうございました。本当に勉強になりました。ディレクターをますます好きになりました。教えてやじさんでディレクターで分かんないことあったら、分かることでしたらはい大丈夫です。検索すると出てきますよディレクターに関して分かんないことがあれば、はいぜひお客様相談室でもいいですので、そちらに
メールいただける。私の書いたラフな落書きもはい。設計図え書いていただいて、寸法さえ分かれば。組み立てカットとか、そうですね。あとパイプの長さですとか、はい使うジョイントの数だとか、そういうのも全部算出します。あ、